こんにちは。こんにちは。今回は復縁なんて朝飯前2023年始に思いを定めようについてお伝えしていきます。はい、皆様、はい。せーの。明けまし明けましておめでとうございます。いやー、あっという間に2023年です。やばいですよね、早すぎて。はい。でもまあ、はいお正月がおめでたいのはね、変わらないですから。はい、めでたいですね。はい。3日前に動画で年末のご挨拶をしたばかりですけども、今年です。本当ですよ。実家でお過ごしの人、ご家族でお過ごしの人、一人で過ごしている人、お友達と過ごしている人、皆さん、どんなお正月を過ごしてますかね。はいね。もうどんなお正月も楽しく過ごしたいところですね。はい。今年の褒めれんはどうします？ 1月5日で3周年なんです。パチ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 。パチ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 。はい、よく持ちましたよね。ほんとすごい快挙ですよね。はい。でも皆さんが応援してくださるので、どうにかやってきたところも大きいですよね。本当ですよ。今年の褒めれんもそう思うからそうなるだけ、ただ言い続ける1年にしようと思います。はい、進歩がないんですけれどもね、もうしょうがないですよね、これしかないんだから。はい、そうですね。そう思うからそうなるを軸に、動画、ブログ、ノート、生配信などなどを通してお伝えしていければと思っています。はい。今年は褒めれんとしては相当大きなことが実現しそうな予感もしますよね。予感がありますね。温めた企画などもありますしね。方向性も定まってきてますので、あとはガッツでやるだけって感じですね。はい。今年も1対1のコーチングの類はおそらくやらないですけど、自分たちのやりたい面白いと思うことをじゃんじゃんやっていきたいと思いますね。はい、そうですね。はい。でもその前に今日は2日です。1月2日。三が日ですね。はい。お正月って1年の目標を立てる人も多いじゃないですか。だったら褒めれんとしては、思いも決めてねと言いたくなりますよね。そうなんですよね。潜在意識はそう思うからそうなる。これを恋愛に当てはめると、彼とラブラブと思うから彼とラブラブになるとなります。はい。で、思いっていうのはそう思うからそうなるのうち、そう思うの部分になります。そうですよね。思ったことがそうなるわけですから、まず思わないことには始まらない。彼とラブラブと思いを決める。自分が思う。ここが肝心です。はい。自分が思ったことがそうなるんだから、まず思いなんですよね。はい。これ久しぶりに言いますけど、そう思うからそうなるっていうのは、思いが先、現実は後という言い方もできます。まず自分が思う。それが後からじわっと現実になる。だから現状をじーっと見て彼が冷たいとか連絡がないとか言ってる場合じゃないんですね。先に思うが必要なんですよ。というわけで、皆さんの思いですね。はい。2023年、あなたの思いは何ですかを大募集します。はい。お正月の三が日にもふさわしいですからね。はい。皆さん思いって決めてはいると思うんですよ。はい。褒めれんで例に出すのは、彼とラブラブっていう思いですけど、はい。尊敬し合って笑い合う最高に仲のいい夫婦、幸せすぎる毎日、恋愛も仕事も絶好調の私、もう何だっていいわけです。はい。で、何だっていいんだけど、できればとしてね、当にうまくいっているとしたらという視点を取り入れてみてくださいとはよく言ってますよね。はい。当にうまくいってるとしたら、要はとっくに恋愛成就した先の先、自分と彼はどうありたいのかっていうのを決めてほしいんですよね。そうです。彼から連絡が来る私でもいいんですよ。というかさ、自分で決めるものにいい悪いなんてそもそもジャッジはできないからね。だけど、ならば、どうして先の先とか割とうるさく言うのかというとさ、も
もしもとうにうまくいって彼ととっくに復縁してラブラブな自分だとしたら、連絡が来ることをそこまで気にしてるかって話なんですよ。だからその意味では手前すぎることで連絡が来るだの来ないだのっていうところでとどまっていないで、せっかく自由に決められるからこそとっくにうまくいっている視点っていうのを取り入れる方がいろいろとうまくいくんじゃないのかなというこちらの思いはあるんですよね。そうなんですよね。はい。復縁する私もそうなんですよね。とっくにうまくいって復縁してる人が復縁する私っていう思いの設定はしないように思うんですよね。まあそうですよね。そんな感じでもしできればとうにうまくいっている視点っていうのを取り入れて、思いを改めて洗い出ししてもいいんじゃないかなと思ってます。はい、そうですね。思いを書いてみたら、実はこれまで思いなんてあってないようなものだったなとか気づく人もいるかもしれないし、とっくにうまくいってたらどうありたいかを考えるのはすごくいいと思います。1年の始まりでもありますしね。はい、2023年思いを決めて、あとは潜在意識にお任せで人生楽々モードでガシガシ進んでいきましょう。はい。書き込む際は概要欄にフォームの URL を貼っておきますので、そこから書き込んで送ってくださいね。はい。Twitter か YouTube から来てくださる方が多いとは思うんですけれども、ご自分のアカウント名やハンドルネームなどを書いてもらえたらと思ってます。でですね、いただいた皆さんの思いは1月15日日曜日9時から開催予定の YouTube の生配信にて発表しようと思います。はい。お名前と思いだけピックアップしますので、名前は必ず書いてくださいね。はい、そうなんです。昨年は皆さんからいただいた思いは動画にまとめてアップしたんですけれども、今回は生配信の中でじゃんじゃんお伝えしていこうかと思っております。そうなんです。ご自分のが読まれる楽しさもあると思いますし、他の方の思いも共有することで、ほとんどの人がとうにうまくいってる世界で思いを書いているので、本当に生配信見るだけでとうにうまくいっている感覚に勝手に引き上がると思うんですね。それが最大の効果だと思ってます。結構エネルギー高いというかね、すごい試みになるのかなと思ってます。はい、本当ですね。昨年の動画はこれです。思いを先取りする自分は軽やかな自分。はい。概要欄に URL を貼っておくので、自分が思いを決める時の参考にもできるかもしれないですよね。はい。見ていただければわかると思いますが、すごい軽い感覚なんですよね、動画全体が。そう本当に軽やかですよね。先取り効果ですよね。だから2年目の今年も企画したこちらもすごく楽しみなイベントになりそうだと思ってます。どしどし応募してください。そして15日の9時には生配信に大集合ですね。はい、本当楽しみにしてます。はい。で、今回のタイトルにも掲げましたけど、復縁なんて朝飯前。本当ですよ。恋愛成就なんて朝飯前です。だって自分が思うだけですからね。誰かの意見も彼の言動もどうだっていいんです。自分が思いを決めるだけ。それがそう思うからそうなる。だから潜在意識という他力にお任せするなら、思ったらほったらかし。このぐらいの感覚でサクサクいろんなことを実現していく2023年にしていきましょう。はい、本当ですね。楽々モードでますます楽しく幸せな1年にしていきましょう。はい。というわけで2023年褒め連の1年もスタートしました。はい。今年もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。